とできるひとときを。ひろみボイス。皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日はプラネタリウムひろみボイスへお越しいただき、誠にありがとうございます。プラネタリウムの投影を始めるにあたりまして、3点ほどご案内申し上げます。当プラネタリウムは、イヤホンをつけてのご視聴を推奨いたしております。お布団に潜り込んだ状態でご視聴いただくのも大変おすすめでございます。また、上映中に眠くなる可能性がございます。そのまま寝落ちできるよう、自動再生モードをオフにされることをお勧めいたします。なお、動画の途中と最後には広告は入っておりませんのでご安心くださいませ。最後に一番大切なお願いです。上映前に一度大きく深呼吸をし、リラックスした状態でご視聴ください。それでは、お足元の明かりを落としまして、プラネタリウムの投影へ入っていきたいと思います。どうぞ、ごゆっくりお楽しみくださいませ。ほんの少しの間だけ想像力を働かせてみましょう。現在の宇宙に存在しているすべての物質、すなわち恒星や銀河、惑星など宇宙空間に漂うすべての物質がまだ存在せず、ある一つの点に凝縮された状態です。その超高密度の一つの点から突如として物質的宇宙を構成する基本要素が出現します。ほんの一瞬の出来事です。これが137億年前、実際に起きたビッグバンと呼ばれる現象です。宇宙はどのようにして誕生したのか、これまで科学者から哲学者まで多くの人々がこの謎に思いを巡らせてきました。宇宙は常に存在してきたのか、いつも同じ状態で変化しないのか、宇宙に始まりがあったとすれば、いずれ終わりが来るのか、それとも永遠に存在し続けるのだろうか。どれも回答の得られない大きな謎でした。しかし、近年の観測結果から今ではいくつかの答えが見つかったと考えられています。ビッグバンによって物質だけでなく空間そのものも生じたこと、また遥かな未来には燃料を使い果たした星々が消えてゆき、宇宙が再び暗闇の世界になること、つまり宇宙の終焉についても分かり始めているのです。夜空の宝石のように輝く金星。人々は昔からこの美しい星を地球の兄弟惑星と考えてきました。ところが、その思いとは裏腹に、実際の金星は太陽の光を遮る厚い雲に覆われ、その下には
赤茶けた不気味な景色が広がっています。金星は地球よりわずかに小さいだけで化学組成もよく似ています。かつては月のような衛星や海があった可能性がありますが、現在は太陽系の中でもとりわけ荒涼としています。金星は厚さが60キロもある二酸化炭素の分厚い大気に包まれています。その大気密度は太陽系で最大、地球の90倍もあるので、人間が金星の表面を歩くなどできるはずがありません。あっという間に紙コップのようにぐしゃりと潰れ焼け焦げてしまうでしょう。表面温度は460度にもなり、鉛も溶けてしまうほどなのです。大気の最上層部では時速320キロの強風が吹き荒れています。地表では風がほとんどありませんが、大気密度が極端に高いせいで、そよ風のような弱い風でも、まるで海の大波のような圧力を感じることでしょう。金星の次に訪れるのは水星です。岩石惑星の中で最も小さく、太陽に一番近いため、地球からは太陽の光に埋もれて見えにくいです。表面にはクレーターや岩の壁、古い火山などが立ちはだかるので、移動は困難でしょう。水星の自転軸は公転面に対し傾いていないので、太陽光は赤道部を常に真上から照らします。そのため日中の表面温度は400度を超え、夜になるとマイナス180度まで低下します。水星が太陽の周りを一周するのに要する期間は88地球日と短いですが、水星で太陽が昇ってからまた昇るまでの時間、つまり1日は地球のほぼ176日にもなるのです。これは太陽の周りを2回公転するごとに3回自転するためです。その結果、水星から見た太陽は場所によって得意な動きを見せます。ある場所では太陽が最高点を目指して昇った後、一旦止まって逆方向へ沈んでいくような動きを見せます。そしてまた停止したと思うと再び上昇し、最後には西の空に小さくなりながら沈んでいきます。年齢は約46億歳。その寿命の半ばに差し掛かったところ、太陽。周囲をめぐる太陽系の星々がバラバラにならないようつなぎ止める役割を果たしています。一方で地球の生物のエネルギー源でもあるのです。太陽系全体の質量の 99% を太陽が占めており、惑星や衛星、小惑星といった残りの天体をかき集めてもわずか 1% にも満ちません。太陽は地球が100万個収まるほど巨大ですが、それでも恒星としては平凡な大きさです。オリオン座の恒星ベテルギウスは直径が太陽の700から1000倍もあるのです。他の恒星と同じく太陽も水素でできた巨大な球体で、
核融合反応で発生した熱と光を拡散しています。有害な放射線を発する核分裂反応とは違い、原子が衝突してくっつく核融合反応はより大きなエネルギーを生み出します。太陽は核融合により毎秒およそ400万トン相当の物質をエネルギーに変換しています。太陽は銀河系の一本の腕の中ほどに位置しており、他の星々と同じように銀河の軸を中心に回転しています。銀河をぐるりと一巡りするのに要する時間は2億年から2億5000万年ほどです。次の目的地は地球から2番目に近く、直径が地球の半分ほどの惑星、火星です。この星の表面の眺めはとても素晴らしいです。北米大陸を横断するほど長く、深い峡谷が伸びていって、高くそびえる火山からは複雑な模様をなす平原を見渡せます。この平原にはかつて浅い海が存在した可能性があります。他にも氷でできた極寒や壮大な規模の砂丘、何百年も前に隕石が衝突してできたクレーター、小さな竜巻のような旋風など、火星には見物がたくさんあります。19世紀には縦横に伸びる峡谷を火星人が作った運河だと考える天文学者も現れました。しかし、探査機が火星に到達するようになると、こうした考えは完全に否定されることになりました。しかし、微生物が生きていけるほどの環境も火星には存在しないのでしょうか。地球の生物が生きていくには液体の水が欠かせません。火星は大気がとても薄く気温も低いため、地表に液体の水が存在できないのです。すぐに凍りつくか蒸発してしまいます。一方で地下には水が存在し、時折地表に流れ出た形跡が見つかっています。火星の地下には生物が生息できるような水のある環境が存在するのかもしれません。歩けるような硬い地面はなく、地球の大きさの3倍もある赤いハリケーンが何百年間も吹き荒れる。時速360キロもの猛烈な風が大気を引き裂き、稲妻の光が空を駆け巡る。北極と南極にはオーロラが揺らめいている。このような世界が想像できるでしょうか。次の目的地、木星はまさにそんな世界なのです。この太陽系最大の惑星は、土星も含めた残りのすべての惑星をその中に放り込んでもまだ余裕があるほど大きいのです。63個以上の衛星がその周りを巡っている木星は、それだけで一つの小さな太陽系のように見えます。地球からはどれほど大きな望遠鏡を使ったとしても、木星の雲の最上部しか観測できません。簡単に言ってしまうと、ドロドロに溶けた巨大な雪玉の外側を眺めているに過ぎないのです。木星は
恒星になり損ねた惑星だという人もいます。もう少し大きければ中心部で核融合の火が点火し、太陽のように熱と光を発するようになっていったというのです。もしそうなっていたら、地球の空には2つの太陽が輝いていたかもしれません。望遠鏡で初めて土星を目にした人は大抵息を飲んで感動します。宇宙船が土星に近づき、その美しさを間近に眺められるようになりました。見た目の豪華さなら太陽系で土星にかなう惑星はありません。ガリレオが自作の望遠鏡で土星を観測したのは1610年のこと。しかし当時の望遠鏡ではそれが土星本体とリングとは分からず、2つの小さな天体を伴った三つ子惑星と考えました。今では4つの巨大惑星すべてにリングがあることが分かっていますが、地球から望遠鏡でリングが見えるのは土星だけです。氷と塵のリングに包まれた土星の姿はまるで原始太陽系の姿を真似ているかのようです。リングの直径は地球から見えている一番外側の栄冠が約27万キロで、地球と月の距離の3分の2ほどもあります。ジェット機のスピードなら栄冠を横切るのに10昼夜はかかりそうです。さらに驚くのはリングの平均の厚さが数十メートルしかないこと。土星のリングを直径3キロに縮小すると、リングは紙1枚よりも薄くなるのです。宇宙船が天王星に近づくと、青緑色の宝石のようなその姿がだんだん明るく見えてきました。天王星と次に訪れる海王星はどちらにも固い地表が存在しません。青緑色に見えるのは大気が太陽から届いた光のうち赤い波長を吸収し、青や緑の波長を跳ね返すためです。他の惑星とは違い、天王星の自転軸は軌道面に対し98度も傾いています。はるか昔に巨大な物体と衝突した結果、ほとんど横倒し状態になったのです。現在は北極が太陽の方を向いています。このため天王星の片側では42年間にわたり昼が続き、その後やはり42年間にわたり長い夜が続くのです。また天王星には細く淡いリングが13本ありますが、自転軸が横倒しになっているせいで土星のように交点面上に並んでいるわけではありません。天王星には27個の衛星が見つかっていますが、その多くがイギリスの大劇作家シェイクスピアの作中人物にちなんでいます。大きな2つの衛星オベロンとティタニアは夏の夜の夢に登場する妖精の王と女王に由来しています。近
近づいてきた淡い青色の星は海王星。その気候の激しさは太陽系随一で、時速2000キロを超す風が吹き荒れています。他の木星型の惑星と同じように、海王星にも固い地表はありません。海王星を包む雲の温度はマイナス210度と冷たいですが、岩石と鉄からなる核の温度は太陽の表面温度よりも高いのです。猛烈な嵐が発生するのはこの熱が原因です。海王星の表面には木星の大赤斑と同じような嵐が見られますが、中でも最大の大暗斑は地球よりも大きいのです。海王星を取り巻くリングは全部で4本。2本は薄く広がっており、残りの2本は非常に細くあります。海王星は1846年に発見されましたが、観測ではなく計算の結果見つかったと言ってもいいでしょう。天王星の軌道に影響を与える巨大な何かが存在することから、よく調べてみると、海王星が天王星から16億キロも離れた軌道を巡っていることが分かったのです。発見以来160年余りが経過をしましたが、その間まだ太陽の周りを一周し終えていないのです。発見以来76年にわたって太陽系最遠の惑星とみなされてきた冥王星。しかし2006年にはその状況が一変しました。人気の高いスポーツ選手が2軍に降格されるかのように準惑星に再分類されました。発見当初、冥王星の大きさは地球並みだろうと考えられていました。遠すぎて正確な大きさがわからなかったのです。世界最大の望遠鏡を使っても単なる光のシミにしか見えず、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した最良の写真でも、暗い部分と明るい部分がまだらに存在する小さな円盤に過ぎませんでした。しかし現在では地球の月より小さいことがわかっています。冥王星は単周期彗星のふるさととされる太陽系岩塩天体の一員です。冥王星の組成は岩塩と氷で彗星にとてもよく似ています。冥王星を太陽の近くに持ってくれば尾が発生し、彗星そっくりに見えるはずです。冥王星は大型の衛星カロンを従えていますが、大きさがあまり違わないことから、両者を一緒にして二重準惑星とみなす天文学者も多いのです。太陽系の旅も終わりに近づき、宇宙船はふるさとを目指し飛行中です。地球以外の惑星を訪問し終えた今、地球の素晴らしさをこれまで以上に正しく理解できるようになりました。宇宙から見える地球は大気に含まれる窒素と表面の 71% を占める海のせいで濃い青色をしています。地球は時速1600キロで自転しながら太陽の周りを時速
107,300キロという猛スピードで駆け巡っています。地球に住むすべての人々、すなわち私たちはいつも宇宙旅行をしているのです。太陽からちょうどいい距離だけ離れている地球は、水が液体で存在できる程度に暖かいです。水はほとんどの生命体にとって必要不可欠な要素です。酸素がたっぷり含まれた大気には白い雲が渦巻き、地表は多様な表情を見せています。極地方は氷原で覆われ、赤道周辺の砂漠を取り囲むように草原が広がっています。温帯地方では山岳を青々とした森が取り巻いています。地球はこの宇宙で生命の存在が確認されているただ一つの星なのです。人類は地球上で一番速く走れるわけでも、取り立てて鋭い視力や聴力を持っているわけでもありません。しかし人間には他の生物にはない何かが備わっています。その何かとは、人間が家や車、橋や宇宙ステーションを作る能力でしょうか。それともあえて危険な場所を探求しようとする独特の欲求なのでしょうか。いずれにせよ、深海の底であろうと、凍りついた南極の氷床であろうと、人間は取りつかれたように調査し、果敢に探検します。地球の外に広がる宇宙空間も例外ではありません。今後数十年の間に人類は再び月を訪れ、火星にも挑むでしょう。やがては太陽系の一番外側の境界にまで到達する日が来るかもしれません。ですが、それもさらなる挑戦の始まりに過ぎないのです。未知の領域へ人類を駆り立てるものは何か。遥か遠くの惑星に異星人を発見すること、それとも深刻になってゆく環境問題でしょうか。何がきっかけになるかはわかりませんが、進み続けることは間違いないでしょう。いつの日か人類が恒星の世界へ向けて旅立つ時が来るでしょう。そしてその出発は宇宙の探求をさらに進め、新たな一歩となるはずです。